お昼を少し過ぎた午後2時ごろの地下通路。天井には等間隔で白い照明が並び、両脇のショーウィンドウは華やかに光っています。前方からは数えきれないほどの人が、それぞれの足音を反響させながら、こちらに向かって歩いてきます。これだけ大勢の人がいて、これほど明るくて安全な場所にいるのに、なぜか急に心細くなり、早く地上の空気を吸いたくなる。そんな感覚を覚えたことはないでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今回のテーマは夜の暗い場所ではありません。むしろ誰もがよく知っている昼間の明るい地下通路です。お昼休みの喧騒が過ぎた地下街は、どこか少しだけ空気が変わります。数十分前まで響いていた飲食店からの活気ある呼び込みや、すれ違う人々の話し声が少しずつ引き、代わりに別の音が空間を支配し始めます。それは規則正しく響く靴音です。硬いタイルの床にコツコツというヒールの音や、革靴の重い足音が反響し始めます。さらに耳を澄ませば、天井の奥からかすかに聞こえてくるゴーという低い空調の機械音。これだけ明るくてお店がたくさんあるのに、なぜか空間全体がひんやりと冷めきっているように感じられます。夜の帰り道で一人きりになった時の孤独と少し質が違う気がします。周りには確かにたくさんの人がいます。仕事中のスーツ姿の人や、買い物袋を下げた人たちがそれぞれのペースで歩いています。しかしランチタイムの熱気が消えた通路では、その人たちの存在感がどこか記号のように薄く感じられるのです。カフェのガラス越しに見える景色も少しだけよそよそしく見えます。さっきまで人が座っていたテーブルには片付け待ちのコーヒーカップだけが置かれ、店員は静かにレジを打っています。シャッターが半分下りた搬入口の奥からは、業者さんの押す台車のガラガラという音が冷たい廊下に反響しては消えていきます。少し離れた場所では、清掃員が黙々と床を磨いています。その清掃機械の単調なモーター音だけが響き、誰もその作業を気にかけることなく通り過ぎていきます。お昼の喧騒というお祭りが終わり、日常の冷たい流れに戻っていく時間帯、その境界線に立っているような、少しだけ現実感が薄れる瞬間です。この時間帯の地下街でふとトイレに立ち寄った時のことを思い出してみてください。通路から少しだけ奥に入った白いタイルが敷き詰められた空間。手を洗うために鏡の前に立つと、そこには天井の強すぎる照明に照らされた自分の顔がはっきりと映っています。水の流れる音が止まった直後に訪れる耳鳴りがするほどの無音。すぐ壁の向こうの通路では何百人もの人が歩いているはずなのに、一瞬だけその巨大な人の流れから完全に切り離されてしまったような奇妙な隔絶感に襲われます。ごまかしの効かない人工的な明るさが、隠しておきたい自分の疲れまで全て暴き出してしまうような気がして、急いで手を拭いて通路に戻った経験は誰にでもあるのではないでしょうか。そして通路に戻った私たちを待ち受けるのは一つ目の不穏な感覚です。それは他人の無関心という巨大な壁です。改札口の方向から電車の到着に合わせて一定の間隔で新しい人の波が吐き出されてきます。しかし少し気をつけてみてください。すれ違うその大勢の人の中で誰一人としてこちらを見ていません。誰もが少し先の空間を見つめ、ただ前だけを向いて歩いています。多くはイヤホンをしていて、外部の音すら遮断しています。私たちは普段道を歩いて人とすれ違う時、ほんのわずかに視線を交わしたり、相手の気配を感じ取って道を譲り合ったりします。
しかし昼下がりの地下通路では、その微細なやり取りすら完全に抜け落ちてしまう瞬間があります。前方から歩いてくる集団とすれ違っても、まるで自分という存在がそこにはいないかのように、誰もが同じ速度で通り過ぎていく。自分は確かにここにいて、自分の足音もこの空間に響いているのに、周りの誰も自分を認識していない。大勢の人に囲まれながら、誰とも接続していないという奇妙な感覚です。人が多ければ多いほど、逆に自分の存在感が薄れていくような、透明人間になってしまったかのような心細さ。大きな群衆という一つの生き物が、自分をすり抜けていくような威圧感。すれ違う瞬間の空気の揺れや、衣服の擦れる音だけがやけにリアルに聞こえ、相手の温度や感情は全く伝わってきません。誰も自分を気にしていないという安全さが、逆にある種の薄気味悪さに変わる瞬間です。自分の足音にも違和感を覚えることがあります。自分より数メートル前を歩いている人のコツコツという一定のテンポ、ふと気づくと、自分の歩幅と足音のリズムがその前の人と完全に一致してしまうことがあります。意図して合わせたわけではありません。しかし一度会ってしまうと、まるで自分が一つの巨大なシステムの一部に組み込まれてしまったかのような奇妙な錯覚に陥ります。リズムを崩そうとして少し歩く速度を落とした瞬間、後ろから来る人の足音が急に迫ってきて、焦ってまた元のペースに戻してしまう。自分の意思で歩いているはずなのに、空間全体に歩かされているような圧迫感です。地上であれば、風が吹いたり車が通ったり、木が揺れたりする自然のノイズがあります。しかし地下という密閉された空間では、視界に入るものが全て人工物です。きれいに磨かれた床のタイルには、天井の白い照明が冷たく反射しています。並んでいるショーウィンドウのマネキンも、ただ無表情にこちらを向いているだけです。通路の柱に埋め込まれた大きなデジタルサイネージの画面。そこには笑顔の女性が商品を説明している映像が流れています。しかし誰も画面の前で立ち止まりません。音の消された口国の映像だけが無関心な群衆に向けて虚しくループし続けています。壁際にずらりと並ぶコインロッカーもこの空間の無機質さを際立たせます。無数の小さな金属の扉、その中には誰かの荷物が入っているはずですが、持ち主の顔も目的も分かりません。すぐ横にある最新式の自動販売機も誰も買っていないのにこうこうと光り続けています。人がいない機械の放つ完璧な光は、なぜこれほどまでに人を孤独にさせるのでしょうか。さらに地下街を歩き続けると、ふと横道に目をやった時に少し不穏に感じる瞬間があります。メインの通路の明るさとは対照的な、関係者以外立ち入り禁止の重い金属ドアがあります。そこだけ照明が薄暗く、ドアの塗装は少し剥がれています。そしてそのわずかな隙間からは、裏側の管理設備が発する低い機械音が漏れ聞こえてきます。それは決して恐ろしいことではありません。ただこの華やかな地下街が、巨大なコンクリートと機械で維持されている一つの管理された箱なのだという現実を不意に突きつけられる瞬間です。その無機質な音を聞いた途端、自分が今熱い土とアスファルトの下にいることを強烈に思い知らされます。そして2つ目の不穏な感覚が訪れます。スマートフォンの通知を見ようとして通路の柱の陰に立ち止まってみてください。その瞬間、世界の見え方が急に変わります。今まで一緒に流れていた人々の波が立ち止まった自分の両脇を川の水のように避けて通り過ぎていきます。誰もこちらにぶつかることはありませんが、
誰もこちらを気に留めることもありません。自分が流れの中の岩になってしまったような圧倒的な孤立感、早くまた歩き出さなければという焦り。この時ふと頭上の案内板に目をやると、地上に出るための階段やエスカレーターがひどく遠く感じられることはありませんか。いつもなら数分で通り抜けられるはずの距離が急に果てしなく長く感じられる。今外は晴れているのか雨なのか、昼なのか夕方なのかさえわからない。時間が停止しているような感覚。早くこの無機質な空間から抜け出して明けた空の下に出たい。太陽の光を浴びたいという焦りにも似た感情。これは危険を感じているわけではありません。防犯上の不安でもありません。ただこの完璧に明るくて安全な場所に自分は長くいてはいけない気がする。早く外という本来の現実に戻らなければと体が本能的に感じ取っているのかもしれません。自分の足音と空調の音だけが妙に大きく耳に響き続け、出口を示す黄色い案内板だけが唯一の救いなように見えてきます。なぜ地下通路ではそんな圧迫感を覚えるのでしょうか。なぜ明るくて人がいる場所なのに孤独を感じてしまうのでしょうか。それは地下街という空間が本来持っている特別な役割に関係しているのかもしれません。地下通路は人が集まる場所というより、人を効率よく移動させるための巨大な装置のようなものです。目的地ではなくただの通過点に過ぎません。誰もがある地点から別の地点へ向かうためにこのチューブのような空間を利用しています。地上には公園のベンチがあり、立ち止まって空を見上げる余白があります。しかし地下の通路にはただそこにいることだけを許してくれる無目的の余白がありません。ここでは誰のが他人に無関心になります。それぞれが自分の目的地だけを頭に描き、周囲の風景や行き交う人には注意を払う必要がないからです。感情や人間関係が一時的にオフになり、ただ移動するだけの機能を持った群衆、その群衆の中に自分も混ざっているという事実、大勢の中にいるのに誰ともつながっていないという強烈な感覚。私たちは普段誰かと会話したり目を合わせたりすることで自分の存在を確かめています。しかしこの明るい地下のチューブの中ではその確認作業が一切できません。響き渡る自分の足音だけが唯一の存在証明のように思えてきます。でもその足音すら他人の靴音や低い空調の音にかき消されて巨大な空間に吸い込まれてしまいます。目的を持って歩いているうちはいいのです。しかし約束の時間がなくなって少し時間が空いてしまったり、目的もなくただ地下街を歩いていると急に自分だけがこの巨大な動線の中で不純物になってしまったように感じます。みんなが機能として移動している中で自分だけが役割を持たずに浮遊している。その感覚が焦りとなって早く地上へに下出したくなるのです。この違和感に名前をつけるなら明るい地下の無所属感なのかもしれません。あるいは都会の無関心が反響する場所と言えるかもしれません。暗い場所や誰もいない場所で感じる不安とは違う、明るくて人が大勢いるからこそ際立つ静かで冷たい無関心。それは現代の都会が作り出したとても日常的で心細い孤独の形です。出口を示す案内板の矢印に従いようやく階段にたどり着きます。一段ずつ登っていくにつれて足元のタイルの色が自然光に照らされ、冷たい空調の風が少しずつ外の生ぬるい風へと変わっていきます。そして地上に出た瞬間、目の前に広がるいつもの街の景色、車のアイドリング音や信号機のメロディ、
遠くの工事現場の音、混沌とした地上のノイズに包まれた時、私たちは無意識のうちに深く息を吐き出します。ああ、戻ってきた。そんな不思議な安心感に包まれます。ただ地下から地上へ移動しただけなのに、まるで長い間息を止めていたかのような、そんな感覚になるのは、地下という無関心の空間で、少しだけ心が消耗していたからかもしれません。地上の雑多で整理されていない景色が、どれほど人間の心を落ち着かせるか、私たちはその瞬間に気づかされます。次に昼下がりの地下通路を歩くとき、少しだけ耳を澄ませてみてください。コツコツと反響する他人の足音の間に、あなたの孤独な足音も確かに響いているはずです。その冷たい響きに気づいたとき、この空間の見え方が少しだけ変わるかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。